僕高校1年生の時に初めて彼女できたんですよ。そしたらその男から連絡来て、別れんと半殺しにするよ。嫉妬してる男性ってかっこ悪くないっていうのが僕の中にあって、じゃあ嫉妬しないためにはどうしたらいいんだろうな、嫉妬の原因ってなんだろうな、そこを対処しに行けば嫉妬なんかしないんじゃねえの。大事なことはですね、嫉妬しないことじゃないんですよ。おお、なるほど。嫉妬した時にこの線が出るか、嫉妬がエネルギーに変わるっていうんですね。そういうことね。これをするには勢力ないとダメと。これ頭まではもちろんできないから、だから進行で生命力高めようよっていう話で、そこが書いてある。どんどん嫉妬しようよって。で、嫉妬した生命で世界平和にしようよって。なるほどね。これ仏法、煩悩する菩提。抑え込むうちはそのうち爆発するから。これは世界平和にはちょっと危うすぎる。根底から変革していくのが暴力がありますね。はい。では今回ね、河本。今回が最終回でございますね。台場だった本。お、いよいよ。はい、ちょっと最後にね、もう何回も言ってきましたけど、悪人成仏、女人成仏が一緒にね、説かれてるのはなんでかってことを、なんとなく自分がね、感じたことを、ちょっと随時的になっちゃうかもしれないんですけども、ちょっとアウトプットしたいな、この機会に感じて思ってる。多様性の時代ですから、アウトプットできるっていうこと自体が大事な意味を持つんじゃないでしょうか、先生。行こうよ。イエスサー。一個の人間に台場と流女の両面が。斉藤。はい、この両方がなぜここで説かれているのか、前半と後半で脈絡がないのではないかといった指摘もなされています。しかし両方あって初めて人間の全体像が抑えられると思います。男性と女性の両方ということもありますが、一個の人間における台場だったの面と流女の面が成仏するという意義があるのではないでしょうか。池田、そうだね。大聖人は台場は心の成仏を表し、流女は身の成仏を表す。台場は我らが煩悩即菩提を表すなり、流女は生じ即涅槃を表すなりと論じておられる。この両方があるからこそ、一個の人間における色心ともの成仏になるのです。遠藤。流女の場合、畜生の身そのままで即身成仏したところに説法の力点があるわけですから、色心二法のうち身の成仏を象徴しているわけですね。また悪人成仏の場合、善悪は心の問題で、悪人と善人で体が違うということはありません。そこで流女に対比すれば心の成仏を象徴するということだと思います。須田、心の次元の成仏は煩悩即菩提ですし、生じ即涅槃は体を含んだ生命全体の次元です。この両方があって色心不二の成仏となります。大和本全体で一個の人間の色心も男性的なるものも女性的なるものも成仏することを表していると考えられます。池田。その通りだが、これは決して形式論ではない。自分自身という存在にどこまで深く肉薄するかという問題です。日蓮大聖人はサドル罪という生涯最大の難の中で、一個の人間としてのご自身をギリギリまで見つめられた。佐渡御所では公正です。日蓮、根性にはリング下船のものと生まれ、仙だらが家よりいでたり、心こそ少し法華経を信じたるようなれども、身は人心にて畜心なり、心は法華経を信ずるゆえに、梵天大釈をもなお恐ろしと思わず、うんぬんと。無人の身です。権力者と対極にある地位もない、財産もない、権力もない、満足な食料も衣服も住居もない。あるのは生命のみ。まさに赤裸々な人間それ自身だけです。そういう中で、ご自身の存在を身は畜心なりと言い切られた。確かに人間の体は、つまるところ動物としての体です。ですから、その意味でも、流女の畜心の成仏は一言ではないのです。女性だけのことではないのは言うまでもない。そして、心は梵天大釈も恐れないと。この心一つで大聖人は強大な幕府権力と戦われたのです。大聖人のご内政はさらに続きますが、結論としてこの裸一貫の心身を法華経に捧げきって色心ともに仏になる。必ず自分は仏になるのだと高らかに宣言なされている。斉藤、いかなれば不況の因を行じて日蓮一人釈迦仏とならざるべき。
救菩薩と同じ修行を行じる日蓮が、それを因としてどうして一人仏にならないはずだろうかと仰せです。池田、大難を受け、大難と戦い切ってこそ即身成仏はあることを教えてくださっているのです。大話本もこの一点を忘れて読めば観念論になってしまう。山本君も五章をスラスラ読めるようになりましたな。すごいですね。あざーす。難しいよ。いや、これ切る場所にコツがありますもんな。難しいよ。まあ今はね、形式的なこと言ってもいいかもしれない。うん。これを我々の生活においてどう捉えたらいいのかっていうところがね、うん。大事になってくる。続いていきます。はい。女性の連帯が文明の質を変える。池田、いわゆる男性的なるものにもプラス面とマイナス面がある。例えば力を自在に行使して何かを建設する面があるとしたら、それは場合によっては権力欲となり横暴さや破壊となって現れるかもしれない。まさに悪因です。大場だったです。一方、女性的なるものに多くのものを包み込む特質があるとしたら、それは場合によっては貪欲に飲み込む悪となって現れるかもしれない。遠藤、岸本人はその典型ですね。岸本人って知ってます？わかりません。岸本人ってご本文にも書かれてるんですまず男性的なものにプラス面とマイナス面があるっていう、これはわかりますよね。もう力があることは善だと思いますけど、リーダーとしての器じゃないですか。それが横暴とか破壊とかになっていくっていうのはもう歴史が証明してますからな。20世紀はえらいことになって地球そのものが危うくなったんですから、これはまあわかりますよね。そうね。そして女性的なるものっていうのは包み込むじゃないですか。だから子供のためだったら子供を守るためにめでる力といいますか、まあ慈愛の象徴といいますか。それで岸本人の話になるんですけど、岸本人他の子を捕らえて食べさせていた、自分の子供を守るために他の子を犠牲にしたっていう象徴なんですよ。だからその母性によって他の子は自分の子だけ守る、他の子は知らない、自分の国だけ他の国は知らないとかいう考え方が、岸本人的な母性の範囲が狭いとすぐ敵ができちゃうっていうかね。なるほどね。自分たちだけ、自分の家庭だけ良ければいいっていうような考え方。子供をめでることは善なんだけど、守るために他を犠牲にさせるっていうような考え方が岸本人で、これは女性的なるものの、マイナス面じゃないかっていう、その岸本人っていうのはね。なるほどね。その典型として描かれているキャラクターっていう感じですかね。まず一旦ね、そこは話しておきたかったことで、はい、お願いします。はい。池田、それらのプラス面を最大に輝かせるのが大和と龍女の成仏であり、煩悩即菩提、生死即涅槃の実証と言えるでしょう。さらに女性だから女性の苦しみが分かり、女性を救っていける。女性として苦しんだ分だけ人を幸福にできる力となる。それが妙法の力です。またそれが龍女成仏です。畜身で女性で天正で一番低く見られていた龍女が一番早く即身成仏した。そこに意味がある。ともあれ、虐げられた差別社会の中で龍女成仏は万感の思いを込めた人権宣言だったと言えるでしょう。フランス革命の人権宣言は有名ですが、そこで言う人とは男性だけであった。それを批判して女性及び女性市民の権利宣言を発表した女性がいた。彼女オランプ・ル・グージュはしかし反革命の罪状でギロチンにかけられてしまった。その他女性の人権を獲得するために無数の犠牲が払われてきました。その尊き歴史を無駄にしないためにも、法華経に基づく女性の人権宣言は一人一人が誰よりも幸福になることが根本です。一人の犠牲もなく、一人一人が龍女のごとく、生死界の大会の中で苦の主情を救いながら自他ともに絶対の幸福境界の航海をしていくのです。女性は幸福になってもらいたい。ならねばならない。それが法華経の心です。そして龍女とは、龍は父の龍王、女は娘で、親子一体の成仏を表す。自分の成仏で親子も作っていける。さらに龍女が成仏して活躍する国土が無垢世界と説かれるように、一人の女性の成仏は周囲の一切を清らかな美しき世界に一変させてしまう。さらに自らの尊貴さに目覚めた女性の連帯は
文明の質をも変えていくでしょう。学会の婦人部、女子部の皆様はその先駆者であり中核です。これ以上に尊い存在はない、かけがえのない方々です。世界も注目しています。例えばタゴール、インドの知性が現代文明を男性優位の力の文明とし、女性の力で慈愛に基づく魂の文明を育ててほしいと念願したのは有名です。斉藤、確かに自然破壊にせよ、生命を機械視する科学にせよ、男性的な支配する知が根底にあると論じられています。池田、その意味で大馬本は文明の在り方をも転換させゆく大きな示唆を秘めているのではないだろうか。端的に言えば物質文明から生命の文明への転換です。支配と服従の社会から調和と慈悲の社会への転換です。その転換の一つの鍵は龍女を称えた文殊菩薩の言葉にあると思う。衆生を自念すること、なお杓子のごとし、生きとし生けるものを我が子のように慈愛で包んでいくというのです。その境外を女性も男性も人類全体が目指していく。そこに龍女成仏の文明論的意味があると言えるでしょいうことでございます。う。終わった。終わりました。ここで僕個人が考えたこと言っていいですか。どうぞどうぞ。はい。ここで思ったんですが、やっぱこの章っていうのは嫉妬の章だなと。この嫉妬が大馬の心を生み出すし、なんていうか悪人を生み出すなあと思ってて、これを現代的に考えたらどうだろうなっていうことをね思うんですよ。どうですか。職場とかで立場の違いの問題でなんかギクシャクしちゃうみたいなことってあるじゃないですか。出会い方によってこの人は他の人からしたらいい人かもしれないけど、ライバルに近いというか、なんかこう年齢とかもあるかもしれないですね。年齢の問題とか悪人に見えちゃうみたいなことってあるじゃないですか。ありますわね。あとライバル視した時に相手が悪に見えるとか、そういうことってこれは分かりやすいじゃないですか。大馬の心はなんでこれで一緒にあるのかってことね。4人成仏が、一つ分かりやすい例で言いますと、やっぱり人生ってやっぱモテ期って何回かあると思うんですよね。自分の場合はね、小5が一応モテ期だったんだけどね、一番バレンタインもらったなと思ってチョコ、その時ってなんかその女友達とかと喋ってるとなんか勝手に怒ってくる子とかいたりするわけじゃないですか。勝手に泣いちゃったりとか、なんかこう苦しめられたみたいな、僕にみたいな、で周りの女の子もそっち側についちゃうから俺悪人になっちゃうみたいな。分かりやすい例で言うとね、逆もあるよね。自分がいいなって思ってた、仲いいなと思ってた女の子が他の男子と喋ってたで、こうモヤモヤするみたいな、俺を苦しめてくるんじゃないけど、勝手になんか怒っちゃったりとかして、怒らせてくるから悪人に思えちゃうみたいなさ、なんつうのかな、敵視しちゃうみたいな。これは分かりやすい子供の時でもある話でも、これは大人でもあると思うんだよね、俺は。男女の問題って本当難しいなと思うけど、そうね、全然2人ともいい子じゃんなんだけど、2人の中ですごい喧嘩し合ってたりとか、ちょっと連絡が入ってこないとかですごい恨んだりみたいな、なんかそんなようなことですごくなんか嫉妬の心ですよ。男女のだとよく分かりやすいよね。あんなに愛し合ってたのにすごい憎しみ合っちゃうとか、よく聞く話ですわね。でそれがエスカレートするといろんな事件ありますけど、ね、殺人みたいなことになっちゃうみたいなさ。最悪そういうパターンも結構聞きますよね。そういう人から話聞くと、もう相手の人がもう悪人になっちゃってんだよな、めっちゃ。これは一言じゃないなっていうふうには思ってますよ。大体恋愛がうまくいかないのってそういう感じでなっちゃうなと思うんだけど、やっぱ本当に人間革命するにはこの嫉妬の生命を成仏させないといけないんだなっていうふうに思うから、本当に悪人成仏って難しいなと思うんですよ。悪人成仏ってどれぐらい難しいかって言って、自分の心の中の悪人を成仏させるとか言いますが、これを実際に考えたらどうですか。例えば学会の中で言えばね、一般的にですけど、一般的に考えてですよ、もう悪の化身としてなんかこうトランプさんの話をしたりとかね、またはロシアの指導者、北朝鮮の指導者のことをもう悪、心の中で悪と認定してるんですよね。その人たちを古神のその人たちを成仏できるかの戦いなんですよ。もうあの人はもう無理とか、あの人はもう救いようがないとかいうふうに捉えるのは、これ仏法者としてはダメなんですね、これ。でしょうね。
これ人間革命するっていうのは、古神のうん。トランプさんとかロシア北朝鮮の指導者たち指導者ですね。を成仏できるんだと、まず古神のその人たちと向き合って大学できば、うん。これをやるのって大変でしょ。また高市さんとかもそうです、うん。高市さんのことを悪の化身と思ってるようでは人間革命できてないってことなんじゃない、そうなんだね。だからまず個人の高市さんを成仏させようっていう、うん。そういう戦いになってくるから大変なんだよ、悪人成仏って。大変だと思うよ、本当。でそれってやっぱね、煩悩の結構最後の方にある煩悩っていうか、だと思うんですよ。大変なんですよ、うん最後の方に流す煩悩だと思うんだよな。うん。だからなかなかね、人間革命って大変なんだなということなんですよ。うん。でそれで女人成仏も同じ位置にあるってことですよ。うん。本当に大変だと思う。まあ話が行ったり来たりって、まあ、ちょっとうまく編集するけどはいはい例えばね、僕高校1年生の時にね、うん。初めて彼女できたんですよ。その時にその子は僕に告白してくれたんですけど、その1週間前まで他の子と付き合ってたんですね。でそれは自分の仲いい子だったんですよ。へえ。で喧嘩が一番強いほようなずっとでかい子だって。でそれでじゃあ付き合うかって言って、でもそいつと付き合ってたんじゃないのって言ったけど、別れたって言ってたから、う。うん。じゃあ付き合うかってなって、そしたらその男からね連絡来て、ガンネルさみたいな、ごめんけど仮に A 子ちゃんと別れてくれみたいな、別れんと半殺しにするよ A 子って来たんだわ。もうこの時点で俺を悪人になってるし、その A 子ちゃんのことも悪人になってるよね。嫉妬の心です、うん。これに対して今の俺だったらね、これは間が来たなってことで、しっかり戦って直接会いに行ってその子と対話するなり、まあ勇気を振り立たそうと思うんだけど、その時の俺はまあ本当ガキだったんだな。結局その女の子に見立てさ、こんなこと言ってきたって、そしたらじゃあ別れようみたいな感じになって、そんなすぐ別れようって言うんやと思って、俺なんかショック受けちゃって、結局そのまま別れちゃったみたいなね。まあ間に邪魔されてすぐ別れちゃったんだけど、それ戦えれば今もつけたかもしれない。結局まあ怯えたというか、なんだろうね、マリオがピーチを助けに行くのもやっぱクッパが邪魔するわけじゃないですか。俺の中ではクッパだったんだな、その子、その男だけどそこで戦いに行くのがマリオで、そうね。だからこそピーチと結ばれるという、それができなかった俺は、クッパに立ち向かえなかった。ビビリだった。あれでしょ、ガーネル先生も今思えば別にそいつクッパじゃなくてクリボーぐらいだったみたいな。まあ、今思えばね。今思えば当時はもうクッパなのよ。だろうね。そういうのあるよね。殴られることを覚悟しないといけないからね。半殺しにするとか言ってんだからね、大変だ。弱肉強食ですな。それに打ち勝てる心がなかったというね。うんそこを乗り越えていくことで、ダンテのベアトリーチェみたいな感じでその子と一体となってこう人間革命というかね、なんかこう自分の中の女人が成仏するっていうね、きっかけになったんじゃないのかなとか思いながら、なるほどね。でここがポイントでございまして、うん自分の中にも女人っていう場所の生命のポイントがあって、これを成仏できるか、まあ、これがある意味嫉妬の生命を乗り越えられるかっていうところのポイントだと思うんですよ。でこれはね、逆も言えると思って、逆女性が男性部分的な生命のところを成仏できるかっていう、これ女人成仏って要するに男人成仏男人成仏なんですよ。こういうふうに捉えられるかなんですよね。これ男性が女性に対する話じゃないわけです、女性が男性に対する不信感とかそういうものの成仏できるかっていう戦いでもある。どっちがじゃないよね。だからこれポイントなのは、女人成仏っていうのはかっこ男人成仏ってことですよね。表裏一体だよね。でちょっと行き過ぎたフェミニズムの人は、男ってこうだよねっていう感じでもう、男イコール敵なんじゃなくてる人が、これは男人成仏できないっていうことだし、ある意味そのフェミニズムみたいな方に対して嫌悪感を持ち続けているうちは自分も女人成仏できないというか、つまりですよ、実際の現実に基づいて言うんであれば、学会活動でも今男子部女性部でもう分かれてるのよ。この地区にもいるんでしょうね、多分女子部の方は。だけど女子部の方と会ったことないっていうか知らないっていうか、なんか暗黙の了解みたいな形でなんか一緒に活動したらあかんみたいな感じというか、あるのが現状じゃない、創価学会って。まあいろいろあるでしょ。まあこれは昔創造期は一緒にやってたけど、まあ、先輩方が何回したんでしょうな、男女トラブルですよ。まあ、それこそ多分嫉妬とかで喧嘩みたいなことあったんでしょうね、知らんけど。でもそういうトラブルがあったから分けようってなったんでしょう、多分ね。
そうね、トラブルなのか、その組織が大きくなっていったってなったら、一応分けた方が管理しやすいだとか動きやすいとか、組織論的なところもあるでしょうね。一時はあったんでしょうね。うんだからそれは結局4人成仏とか何人成仏からセパレートされちゃうわけですよ、これ。うんそれこそ SGI の方たちの方が一緒に楽しくやってる感じするけどね。特に韓国 SGI の方。生き生きと青年たちが一緒になんかイベント活動したりしてる感じがするというか、我々の地区の現実はどうですか？知らないもんだってよ、都市部の人。だからこれからはもうそんなんじゃなくて一緒にやってった方がいいと思うけど、まあそうだろうね。ある程度のね、なんかルール決めてというか、うん今後高専部をどうしていったらいいんだろうかってことを男性と女性が一緒に考えていく、同じ場で。で、一緒にイベントしていく、企画していくってことが大事なんじゃないのって、逆に変じゃない？男子とか女子で分かれているのが。だもう今この LGBT の時代で、自分は別に男でも女でもないっていうような方がこれからもね、そういう方もどんどん出てくる中で、男はこっち、女はこっちとかいうのもちょっと、時代としてちょっとね、噛み合ってないっていうのもありますし。そうね、全然いいと思う。女人成仏、何人成仏ってことを考えていくと、最初は不信感あるかもしれないけど、特に女性は。これを乗り越えていくっていうのが人間革命ってことになるから、挑戦していくべきだと思うしね、組織としても。そうね。大変だと思いますね。だからこの題場だった本の悪人成仏、女人成仏を乗り越えることが人間革命の条件だって言われることはいかに大変だとか。一番生活に根ざしたところでもあったのかなっていうふうに、今までの中でね、すごい感じましたけど、親近感というか分かりみというか、そういう章でしたね、僕の中では。だから恋愛とかも絡んでくるんですよ、この話と。まあそりゃそうでしょうね。だからめちゃくちゃ身近な本ですね。対人間関係大事じゃん。さあ大変ですよ。だから本当に身近に思う、恋愛とかするたびに女性に嫉妬してる自分が現れた時、でもこれの本のおかげで、これが自分の生命の弱いところというか、まだなとか思うし、これを乗り越えていかんと人間革命ねえんだなとか思うし、だいぶ変わりましたよ、僕は。女性への見方、また悪人への見方というか、悪人っていうか悪人と思っていた人の見方。なるほどね。今の随時的な話聞いてどう思いましたか？そうね。個人的にはその嫉妬、確かに自分の中にもあるんですけど、ただこう客観的に見て嫉妬している男性ってかっこ悪くないっていうのが僕の中にあって。だから認めたくないでしょ。そうね。けど湧くもんだからさ。そう湧いちゃうんだよね。湧いちゃうけど、自分が嫉妬して誰かをこう陥れたりとか、そういうのは絶対違うなっていうのがあって、じゃあ嫉妬しないためにはどうしたらいいんだろうなっていうのは一時期考えたことはあるっすわ。で結局、僕の中でのこれまでの結論ですよ、なんかスマートじゃねえなそういうのっていうのが感じたんで、嫉妬するっていうことは、じゃあ嫉妬の原因ってなんだろうなって思ったら、多分不満とか不安とか、そういうふわっとしたものかなと思って、じゃあそこを対処しに行けば、嫉妬なんかしないんじゃねえのって思っていろいろやってるわけですね僕は頭でこう対処しようとしてるってことだよね、理性的にというか。そうね。だって結局こう活動量が多いなって僕はよく言われるし、自分でもそう思うんですけど、その不安を消すためにはやっぱ勉強と経験、行動量がないと不安が僕は消えないなと思ってるんで、こうやって勉強したりいろいろやったりとかしてったら、結果力がついてって別に嫉妬しないようなスマートな男になっていけてるんじゃないかなと僕は思うんですけど、知らんけど大事なことはですね、嫉妬しないことじゃないんですよ。おお、なるほど。嫉妬した時に分断の生命が出るか結合の生命が出るかの話だから、仏法的に見るとね、だからこの嫉妬の生命でより愛が深まるとかね、切磋琢磨し合う。悪人っていうのは要するに羨ましいの反対だからさ、だからこの人がいるからワクワクするとか、悟空みたいな精神になるということですよ。やべえやつだ。
その心で自己成長されていくっていう、うん嫉妬の心で、うんこういう風にするのが仏法なんですね。だから嫉妬しないことを考えちゃダメなんだ。嫉妬しても嫉妬がエネルギーに変わるっていうことですね。そういうことね。消す方への。これをするには勢力ないとダメってこと。これ頭までやろうとしてもできないから、だから人口で生命力高めようよっていう話で、そこが書いてあるんで。なるほど。どんどん嫉妬しようよって。で、嫉妬した生命で世界平和にしてこうよって。なるほどね。ちょっとベジータ学ばんといかんね。そうそう。悟空にジェラシーして、ね。ほんで、つぶさしになったでしょ。そういう感じというか。いいね。うんベジータをちょっと勉強しましょう。悟空もそうですよ。ある意味、嫉妬で強くなってるから、あの人も。そうね。これが言いたかったことです、大魔本の最後の言いたいこと。女性への嫉妬で自分が成長されていくし、悪人と思う人たちのへの嫉妬で自分が成長されていくっていうのが、これ仏法、煩悩即菩提。なるほど。いう風になっていくんで、俺は山本君に言いたいのはもう、どんどん嫉妬してたらよろしいって思うわけですね。大事なのは嫉妬から目を背けるなと。抑圧するものじゃない、解放されていくものだから。逃げるなと。これが信心のポイントだなと思いました。だから、そうなれるように期待しながら日々信心してるし、そうなったらもう嫉妬すればするほどだけ、なんていうのかね、嫉妬が可愛くなってくるってだったら最強じゃない。なるほどね。ね。とかいう感じで、そういう風になっていったら、僕は世界平和になっていくんだろうなと思います。一人一人が自由に心を解放して嫉妬したかったらしないしとか、そういうことをやっていく中で、みんなが成長していけるっていうことで感謝し合うみたいな感じになっていったら、俺は本当に世界平和を訪れると。抑え込むうちは、そのうち爆発するから。これは、世界平和にはちょっと危うすぎる感じですね。根底から変革していくのが暴力なんですね。はい。こんな感じで締めたいと思いますけど、皆さんはどう思われたでしょうか。ほとんどが語りの部分でしたが、ちょっとここはね、そういう感じにしたいと思います。大事なところ。はい。また感想をコメントください。はい。お疲れ。おつもと。